はい、こんにちは。秋田のひばろです。噛みました、また。早速ですが、今日も型動画を撮っていこうと思いますが、今日のテーマはこちらです。はい、正面打ち3強ですね。はい、3級シリーズ。はい、正面打ちシリーズの、1、2やりまして3強になります。カズさん、3強は得意ですか？得意なのあるんかなって自分で正直って感じなんですけど、これ得意ですっていうものは正直ないですね。なるほどですね。胸張って言えるものは。全部得意ってことですね。いや、違います。今回は3強ということで、はい、ちょっとやり方複雑といったらあれですよ、ちょっと私的には難しいなというイメージはあるんですけど。そうですね、個人的には、やり方によりますけど、3挙の表が一番手順が、型の中では一番手順がかかるというか、時間がかかるというか、そうですね、はい、かなと思ってますけども、はい、その辺も少し、難しくなるかもしれませんけれども、ぜひ参考にしていただければと思います。それではまず日本動画の方からよろしくお願いします。どうぞ。3挙ですね、正面打ち3挙、2級の時にも言いましたけど、1挙は腕押さえ、2挙は小手回し、3挙は小手ひねりです。で、実は私は昔3パターン習ったんですけども、まず基本中の基本は小手ひねりですので、小手をひねります。で、稽古の眼目は立って、このひねりで相手の全体が抑えられてるということですね。ポジショニング、私は角度の問題だと思うんですけど、もちろん腕力が強ければそういうことですけど、これだと立てちゃいますよ。ちょうどいいところ、立ちにくいところ。で、相手が立ってこないようでしたら、そのまま持ち替えて、でここで緩んじゃうと相手またここで立ちますから、ここ緩まないように、そこを視点に自分が、会派によっては3挙のことを引き落としって言われるところもあります。前に出ながらそのまま引き落として、で2挙は肘で相手の手首をロックしましたけど、3挙は頭側の手でしっかり引っ掛けてそのまま持っていってください。原稿うちはですね、実は今原稿が直接持ち替えをしましょうということになってます。で直接持ち替えなので先ほどのように立てるよね、どこもひねりがないし何も、これで立たせまいと思ったら4挙かけるしかないんですけど、3挙をかける前に4挙かけて3挙っていうのもおかしな話なので、この段階では立ててしまうのですね。ですから相手の立ち上がりと同時に決めましょうということに今やってます。で、ちょっと特にうちの会派の方中心に訴えたいのはこの場合のでも持ち帰られる時にですね、立ってきて肩で止められる先生多いんですよ。
相手が立ち上がろうとするのを肩で止めて、ここで持ち替えて決めていくっていう先生結構いらっしゃるし、私も一時期これ一生懸命練習してて、結構大きな外人さん相手でもこう肩で止めれる自信ができた頃に、兄弟弟子に試したらですね、彼が兄弟弟子だとして立ってってボーンと飛ばされたことがあるんで、圧倒的パワーの前には無理だと思いましたですね。ともかく握力75円のすごいやつなので、ちょっと私の力では抑えきれなかったんですけど、じゃあ師匠先生はどうしてるかなって思ったら、立つのと一緒に立ってるんですね。だからこちら側にいて立ってくるのを迎えるよ、迎え撃つのではなくて、立って一緒に立つよっていう状態ですね。うちはこのまずここでの小手ひねりをやってませんので、肘の押さえが緩めば当然相手は立ってきます。たとえ100キロで動いて自分も一緒に100キロであれば時間は止まってるわけですから、一緒に立ちましょう。その後前に出て当てです。切り落として押さえます。でこれ説明上は1個ずつだから1個ずつやってますけど、できました、慣れてきたら当然これは一連の動作ですね。で、こっちから決めに行っていただければですね。ちなみに今もやることなんかないですけど、ここで相手の手を腰に行くよっていうのもやってた時期が実はあるんですけど、これすぐにされなくなったので、私もそれ以降稽古してませんけど、一般的には固定ひねり、この固定ひねりで相手全体を押さえますっていう状態ですね。うちは直接持ち帰るので、相手が立ち上がってくるので、それに合わせて必ず決めますよという状態。それからもうやらないですけど、やってるところ見たことはあんまりないですけど、この手首をこしながら、でこうしてこの後こっちに決めてもいいし、そのまま持ち帰りに行っても構わないよっていうのをほんの短い時期やってたことがあるんですけど。で基本的には座儀も一緒ですね。一般的なやり方でしたら、ここで相手の動きを止めます、持ち替えます。相手の前に回り込みます。で、落として止めて、これは一緒。うちのやり方であれば、この状態です。立ち上がりに合わせて決めます。これはもちろん肩で固定して決めてもらっても結構です。これはもう同様ですね。この後両手で切り落としていただいて、まさに発想の構えから両手で切り落とすようにっていうふうに持ってきていただいても結構ですし、切り落としつつ相手の肘を押さえていっても、これはどちらでも結構です。というので、これ2教のこういうのもかからないと一緒なんですけど、3教の割と私ちょっとかけるのが下手くそなのか、なかなかここでしっかりかからない、皆さんタップしてもらえないっていうことが多いんですけど、何が悪いんでしょうかというところですね。ですね、また答え逃げるようになるし、またこれはややこしくなるんですけど、稽古方法として個体の稽古というか、関節の理解っていうですね、いわゆる各関節って可動域がありますから、その固定ひねりですので、これ今こういう順に動きますけど、この可動域を詰めますね。今ここの可動域壊したいならこれをガッてやれば壊れるとは思うんですけど壊したいわけではないので、手首の関節の可動域を、いわゆる私はロックと言いますけど、手首をロックした、ここがロックできたら今度前腕がコントロールできるようになるので、今度は前腕で持って肘を横にします。で肘ができたら今度上腕で相手の肩関節をっていうような、いわゆるいつも言う関節を勉強しましょう。2教もそうですよね。手首の関節を決めて、肘の関節、肩の関節ってずっと関節
どうやって相手とつながるかっていうのも一つずつ関節を渡っていきましょうっていうのでもいいし、まあ、もちろん痛いのが良ければここひねりま、まあ、うちの先生は昔から痛いのが良ければ指一本ひねった方が早いんだよってずっと言い続けてはあるんですけども、どう相手とつながるかですね。で今のはもう関節でつながりましたし、またいつもやりますけど皮膚でつながるという点もありますよね。結局もうこれをずっと稽古していってるのでですね、はい、しそのエネルギーの源としてその螺旋の動き、どうしてもこうとかこうとかこの螺旋の動きを栃原さんの中心にすると思っていければっていうね。でも結局これを稽古していくんで永遠のテーマだとは思うんですけどもね、まあおすすめしないのは手元を見ちゃうっていうか、これにこだわってこうして何もかもこう死に体になっても腕力だけど、もうこれはもう絶対手が大きい人が強いって力が強い人が強いに決まってるんで、このままこうひっくり返されて返し技になってしまいますからですね。まず型の手順段取りを覚えたら意味というか、とりあえず初心者の方なんかにお伝えしているのは難しいとは分かってますけど、一つずつ相手の腕を手首を前腕を肘を鎖骨を胸骨をごめんなさい、用意感じてあげてくださいっていう。なるほどですね。初めはこういう関節をロックしていくっていうところからの方が分かりやすいというか、そうですね。力はその分皮膚の捕まえるのに比べたら力がいるのかもしれませんけど、でも一番分かりやすいかなとは思ってるんですけどね。もう感覚の問題なんで、どれがその人にとって一番いいのか、私はもう昔はね、何かにつけて10年早いって先輩から怒られてましたけど、でも何がその人にとってピンとくるかは分かんないんで、もういろんなもの、年齢とか性別とかもうキャリアとか無視して、とりあえずいろいろやってみて自分にピンとくるものを探したらいいんじゃないかっていうのが今の立場なんですけどもね。単純に手首を決めて手首の関節技っていうことではなくてっていうことですね。そうですね。基本的には私は合気道の関節技はいわゆるサブミッションで、それで相手を制する関節技だとは個人的には思ってない。言い過ぎかなすいません、怒られる思ってるんですけども、そういうことです。ありがとうございます。はい、ということで動画を見ていただきましたけれども、先生、これで、1教、2教、3教まで来たんですけれども、僕の感覚だとだんだん末端の方に行ってるっていう、抑える場所がって言ったらおかしいですけど、そういうイメージもあるんですか？ちょっとイメージ違いですかね。いや、それはいろいろで、個人的には2教が下方への動きだとしたら、3教は上方動きみたいな、私はそんなことですね、捉えてるんですけど、確かにダイレクトに相手にさえ教えたら1教でいいし、でそれでダイレクトにいかなかった場合に一旦そこから強烈っていうか相手を下に持っていけば、だから2教の時よく相手を自分より低くしろとか、3教はその前に一旦浮かして浮いたところを落としてるみたいな、自分としてはそんな感じなんですけどね。上下ってことですね。どうでしたか？そうですね、特に起き上がれないんですね。バランス取られた時っていうのが、本当片手で指先持たれてるだけなんですけど、見本の動画でももう手首だけで全体が押さえられてるっていう。そうですね、立とうと思っても立てないっていう状態で、これは結構不思議といったらなんですけど、そういう構造になってるってことですね。はい。ということで、次は4教になるかと思いますけど、1教から4教までですね、しっかり審査技ですので、動画の方で勉強していただければと思います。はい、それでは、この動画がいいなと思ったら、高評価ボタンと、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。